どうも、京林です。唐突なんですけど、人間関係って、ふとした悪気ない瞬間だったりとか、そういったのでも意外と壊れたりしませんか？で、自分が過去にあったことをちょっとここで吐き出そうかなと思って話そうかと思うんですね、今日は。で、特に俺男性じゃん。だから、その女性に対してのそのアプローチの仕方だったりとかっていうのが分かんない時があって、で、そこの話をちょっと思い出せるところを思い出して、ちょっと話していこうかなと思います。ちなみに今、これでコーヒーとか飲んでます。めっちゃ可愛いですよね。最初なんですけど、同じチームっていうか、まあ、自分は都内にいる時の広告の仕事をやってた時の頃なんですけど、同じジャンルのチーム、別会社なんですけど、同じこの広告の仕事してる人たちで集まって、それで仲良くなった女性がいたんですね。で、その人から呼ばれて、どこだったかな、新宿の、ドトールかなんかに、ちょっと仕事の相談であるってことで呼ばれて行ったのね。で、そこで、話されたのは、なんか仕事の上司の話で、ちょっと愚痴的じゃないけど、最近ちょっとパワハラじゃない、そこまでいかない、グロテスクじゃないんだけど、このメールだったりとか、この言動だったりとかが、ちょっときついだったりとか、そういった悩みだったのね。だから、その、言うてさ、でも今話されてるのは仕事の話じゃん。だから俺仕事モードになった方がいいのかなと思って、仕事モードのその頭に切り替えたのね、パッて。で、そしてその解決策をその提示したのね、俺は。これが間違いだったらしいんだけど、その、なんだろう、相手ってさ、コントロールできないじゃん。上司のことは。だから結論言えば、だから上司はもう変えられないよ。だからもう君が変わるしかないから、部署移動か、もう誰かに相談して、で、その上でガン無視を決めるみたいなのがいいんじゃないみたいな。で、そしたら、なんかいきなりトーンが変わって、そうだよね、みたいな。で、ドリンクもさ、置いてさ、みたいな。まあね、みたいな感じだったのね。で、その後会話の口数も減って、で、そのままデザートが来て、そのまま食べて帰ったんだけど、これさ、俺仕事モードにさ、なったのが間違いというか、仕事モードになるんじゃなくて、きっとさ、あの時の状況はさ、正解を求めてたわけじゃないんだよね。多分今日、それはきつかったねっていうさ、そういう共感を求めてたわけじゃん、多分。だからその彼女は欲しいのはさ、反省会じゃなくてさ、手というかさ、その差し伸べるさ、何かを欲しかったわけだよね、共感とか。で、俺はその仕事モードで行っちゃったからそんなことになっちゃったんだけど、その女性とはまた別のね、機会で会って、全然仲いいんだけど、っていう風にさ、俺終わった後だったら、こうやって分析して、ここがダメだったのかなとか、これダメだったんだとかっていうのがわかるのね。でも、その時、その瞬間っていうのはさ、その刹那の中でこのやり取りをするじゃん。で、その時っていうのはさ、どうしても女性とさ、俺のこのズレが発生して、こんなことが起きることが多いのね。でもその時のさ、俺は、その回答は100点だと思って言ってるわけ。相手のためになると思って言ってるわけ。だから、もうごめんねって感じ。で、次のやつもちょっとずれた話だったんだけど、大学からつるんでるその4人のグループがあって、男2人と女2人で、女の子1人がちょっと困ってるということで、ちょっとどっか渋谷かどっかのまたカフェでね、昼集まったのね。静かなカフェで。で、そこで話したのは、その女の子は何かっていうと、その、彼氏と別れた。プラス、ちょっと転職活動に困ってるみたいな、ちょっと失敗したらしくて、しかもその彼氏はね、その3年以上付き合ってて、もしかしたら結婚するかもみたいな、もうどこまで行ってたらしくて、でも別れちゃったと。で、しかもその別れ方がもう完全にもう別れた。もう相手ももう、転職して、違うとこに行っちゃったみたいな、県外に行っちゃったみたいな。で、そこについていく予定だったのかなだと思うんだよね。で、どうしようみたいな感じで言ってて、で、その仲いい女の子がめっちゃ寄り添って聞いてるわけ。で、男2人は、俺らはね、もう1人は、なるほどね、みたいな感じで聞いてて、俺もね、呼ばれたからにはさ、で、あの、ちょっと待ってね、俺さ、そもそも MBTI ってあるじゃん。あれが INTP ってやつなのね。知ってると思うんだけど。うん。で、INTP っていうのを、
そこの仲いい連れは全員知ってるの、4人は。で、俺を呼んだってことはさ、俺の INTP を理解してるじゃん、その女の子は。っていうことは、俺まで呼んだ。その、メンツにさ、俺まで呼んだってことは、なんていうかな、みんなの本音を聞きたいんじゃないかなっていうのを思って、で、今後どうしよう。本当にちょっと絶望なんだけど、みたいな。その子はでもちょっと泣きそうなのね。もうこんな下向いてるからさ、どうすればいいかなっていう子に、俺は今後ね、うまくいく保証なんてないんだから、最悪の想定だったりとかは、心の準備とか用意してた方がダメじゃないよねっていうのを言ったのね。そしてそれも間違いだったらしくて、で、俺が言った瞬間に、その泣きそうな子の、困ってる子のもう一人の女友達が、もう目が、なんかもう、こんなもう殺すぞみたいな。なんかもう目がさ、みたいな。いや、あ、ミスったと思って。だから、その時は俺は励まそうと思って言ったわけね。でも、ただ、変に希望だけ言うのも無責任だよなと思って。でさ、この時も、思ったんだけどさ、これも現実的な話をするんじゃなくて、ちゃんと聞いて寄り添ってあげるっていう、そこだったんだろうね。だから風邪ひかないようにねって俺口では言ってんだけど、窓全開にしてたみたいな感じでだよね、多分ね。心がしんどいって言って来てるのに、俺その人に Google マップ渡してるみたいな感じでさ、最後の話なんだけど、これは仕事の話を4人でするってなって、同じチームの仕事のメンバーで、たまたま俺男1人で残り3人女性になったのね。でそこで、この仕事っていうのは、どういうあり方がいいのかなみたいな感じで、それぞれのチームがあるんだけど、向こうのチームはこうしてるけど、どの風にすればいいと思うみたいな、仕事のあり方どうすればいいみたいな感じだったのね、内容が。女性ってさ、意外とこの男が混ざってないというか、なんか強いさ、意見言うガツガツした強い男がいないところでは、意外とこの意見言いやすいというか、女性同士で固まるとね、言ったりするじゃん。だって上からさ、もう言われないしさ、言いやすいと思うんだよね。だからその女性同士で結構言ってたのね。俺男だろうと思いながら、だけどその中で俺に意見を振ってきたんだけど、それまでのさ、いろいろ経験があって、その女性に対して、共感しないといけないとか、あまり角が立つことをしないようにっていうのを思ったのね。だからその時に言った意見は、状況によりますかねみたいな感じのを言ったんだけど、そしたらなんかもうそのまま話がスルーされて、でそのまま会議は続いて、他の意見とかも俺当たり障りのないさものを言ってたのね。ずっと意見を言ってたんだけど、もう結構スルー気味、やっぱりスルーされて、これ正解なのかなと思ったんだけど、後日ね聞いたら、俺に壁を感じたって言われて、林さんにちょっと壁感じましたみたいな感じで言われて、これ俺ちゃんと意見言うべきだったんだって、ここは意見言うべきだったんだって思って、ちょっと難しいなっていうのは思ってさ、それまでのさ経験ではあまり意見を言い過ぎたらダメだったから、ちょっと今回はマイルドな感じにやったんだけど、今度はそれがダメで、人間関係をいかに事故らせないようにするかっていうのを考えてたら、そもそも存在が消えてました。だから俺壁は作ってないよってその人に言ったんだけど、家はあるけど入るドアがないっていう、だから俺入り口すら作ってないみたいな、多分そんなイメージだったのかもしれないよね。俺の経験を話したんだけど、これ人間関係はこんな感じだけど、恋愛だとね、もっとねひどい展開とかもあったりしたんで、また機会があれば話します。思い出してね。じゃあまた。